ガンプラ40周年を彩る新ブランドマスターグレードエクストリーム第1弾として発売されたユニコーンガンダム。そこにマスターグレードバンシーノルンを組み合わせて変身、発光、色晶変化、稼働の両立を実現したマスターグレードエクストリーム版バンシーノルンを作っていきます。それではご覧ください。どうぞ。フェーズ1仮組。2020年9月12日に発売した MGEX ユニコーンガンダム。お値段25,300円という高額キットではありますが、公式 PV を見た時から組みたいという衝動に駆られ購入を即決定しました。箱が非常に大きく、ランナー数も凄まじい。一体どれだけ製作が大変なのかと思いきや、実はランナーの大半は MS ゲージ用だったりします。しかしこのキットの一番の難関は LED の組み込み。ユニコーンガンダム発光表現の進化の歴史としてパーフェクトグレードは稼働するキットですが、発光は1色のみ。リアルグレード発光モデルは2色発光する代わりに非稼働となっていました。さらにシールドの発光ギミックはありませんでした。しかし新採用されたフレキシブル LED シートのおかげで MGEX で初めて稼働と発光の両立、そしてシールドの発光が実現されましたが、その代わりこの LED シートを組み込むのは非常に難しい。一度やってしまえばなんてことはなかったのですが、改めて説明書を見ると熟練のモデラーの方ですら説明書の見方がわからないという意見も出るほどの難しさを誇ります。仮組が完了したらバランスを見てみます。マスターグレードに比べてマッシブなシルエットがとてもかっこよく素晴らしいバランスです。何せマスターグレードユニコーンが発売されたのが2007年で、そこからプロポーションの変更はなくバリエーション機が発売され続けていたので、さすが13年の技術革新は素晴らしい。手持ちのバンシーはポロリがひどく、変形やポージングを行うのが怖くなるキットでしたが、 MGX はそんなことは全く気にせず遊ぶことができます。発光は単三電池を3本入れてスイッチをオンにするとボタンを押した回数で発光パターンが切り替わる仕様ですが、今回は電池が電源へ切り替わるパーツを Amazon で購入しました。これで電池を気にしなくて済みます。なお使用した製品は概要欄へ記載しておきましたので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。フェーズ2回収。まずはユニコーンとして私が個人的に気になったところ、1つ目胸部ダクト。設定画や旧マスターグレードは NTD 発動時にグッと下まで下がるのですが、 MGX では下がりきらず、なんとも中途半端な位置までしか開かない感じがするので、これをもっと設定に近づくようにします。クリアランスを念入りに検証して内部をできるだけ削り落として最大限開くように調整しました。2つ目肩の開放。こちらも設定画は NTD 発動時にグッと上に開き、肩先の小さなパーツも横に突き出しますが、 MGX ではそこまで開きません。そこでこれをもっと開くようにしようと考えました。最終的に上への開放は構造上簡単に変えるのはできないと判断しましたが、横方向は内部のクリアパーツをちょっと削るだけで簡単に引き伸ばすことができました。3つ目首の延長工作。 LED シートがあるのでできないかと思ったらそんなことはありません。首のパーツをプラパンで少しかさ上げして、顔のクリアパーツを少し削るだけで簡単に延長できました。3つ目シールドの発光ギミック。これはかなり検証を重ねました。シールドの発光は前腕部の光をクリアパーツで透過してシールドに伝える方式ですが、これだとどうしても綺麗に全体が光りません。そこでシールド中心から出る光を拡散するためにいくつか方法を調べました。方法その1、蛍光塗料。光を拾って発光します。ただしこれは一色にしか光らないので NG。 方法その2、無色の反射塗料。夜暗いところにいる時に車のライトとかで反射して光る塗料ですね。アルベトというスプレーと新ロイヒのスプレーを試しました。これは一見うまくいったのかと思いましたが、発光面全体に光が当たると反射するというものだったので、内側からの光を拡散するには至らず NG。 方法その3、クリアパーツ表面をサンドブラスト加工。クリアパーツはそのままだと面発光しません。なので表面を均等に粗くすることで光を均等に面発光させるというものです。サンドブラスト加工は専用の高価な機械で行う加工方法らしいので、代わりに180番の粗いヤスリでクリアパーツを磨いてみました。しかしこれも NG。 クリアパーツ内部にモールドが入っていて、これと相性が悪いのか
それとも光が端まで届くほどの強い光でないのかは分かりませんが、端まで行き渡りませんでした。内部のモールドを全て削り落とせば変わってくるのかもしれませんが、今の私はとてもそんな技量を持ち合わせていないので、今回は断念しました。幾度となく失敗し、何度も部品注文を繰り返した結果、最終的にたどり着いた方法がこちら。X 字内部に形状を形取った薄いプラ板を挿入する方式です。こうすればシールドの光だけで綺麗に全体が面発光するとまではいきませんでしたが、周囲の発光を拾うとそのままよりも少しだけ綺麗に面発光するという感じになりました。こうしてユニコーンとして気になる3点を回収したら、次はバンシーへの改造です。まずは頭部アンテナ。フル稼働が売りの MGX に準拠するバンシーならば、頭部アンテナも可動式でなければという思いで考えました。普段は素組みでポージングして飾るのを楽しんでいる私としては、可動式アンテナしか考えられなかったんですね。そう、この時はまずはアンテナの構造確認です。マスターグレードバンシーは2012年に発売されたキットということで、さすがに9年前のキットのアンテナは薄い板のようになっていますが、 MGEX は立体的でかっこよく仕上がっています。そこで参考としてパーフェクトグレードバンシーノルンの構造を確認しました。マスターグレード版と比較すると少し出っ張りが大きく、立体的に主張している感じがします。なのでこれと同じようにするべく MGEX のアンテナをカットし、バンシーのアンテナを取り付け、パテを盛り付けて形状を加工していきます。と、こうしてトライアンドエラーを数ヶ月繰り返すものの、今の私にはできませんでした。ということで最終的にバンシーのアンテナを使用し、少しだけパテ盛りしたものを使用することに決定しました。次にアンテナの取り付け方法です。バンシーのアンテナを MGEX にそのまま取り付けようとすると位置合わせがおかしくなってしまいます。それもそのはず、そもそも MGEX は発光ギミックを入れることにより、設定画のようにアンテナが基部にきちんとつくような構造になっていません。そこでこめかみに可動ギミックを取り入れます。何度も調整して完成したのがこちら。これによりユニコーンモードではアンテナ基部が奥へ引っ込み、 NTD 状態ではアンテナが前に突き出るようにしました。アンテナの次は眉の位置につくパーツです。こちらは設定画を参考にしてパテとプラ板で形状を出しました。雑ですがだいぶ設定画に近づいたのではないでしょうか。ちなみに裏側にはネオジム磁石を仕込むことで着脱が楽にできるよう調整してあります。耳のところは接着剤を使って後で固定するように調整。そしてフェイスマスク。 MGX のマスクの裏側にお湯丸を当てて型取りし、パテを詰めてバンシーのマスクに当てて形を作りました。側面は MGX のサイズに合うように少し削り込みを行っています。次は襟パーツ。ここの改造が苦戦することになったのは盲点でしたね。正直顔だけで数ヶ月かかり、襟はくっつけて終わりとか思っていた自分が懐かしくなります。襟パーツは不要な部分を削り飛ばして貼り付けるだけかと思いきや、そのまま貼り付けるとユニコーンモードの時に顔と襟が干渉することが発覚。なので位置を調整しなくてはなりません。どのくらい位置を調整すればよいかわからなかったので、パーフェクトグレードのパッケージアートをユニコーンとバンシーで見比べて、パーフェクトグレードとマスターグレードで何が違うのか検証。最終的に一部を一度切り離し、外側に取り付けることで干渉をなくしました。そして本体の回収が終わったらアームドアーマーの回収です。バックパックへのアームドアーマーゼノコネクトはほぼそのままで取り付けができました。ジョイント部分をちょっと削ったりと手を加えるだけで OK です。シールドは MGEX のシールドにそのままアームドアーマーを取り付けることが可能です。こうして2つのアームドアーマーの取り付けは簡単に行えましたが、バンシー用のクリアパーツはクリアイエロー成形なので、これを無色透明にしなければなりません。そこで100均で UV レジンを購入してきました。お湯丸で型を取ってレジンを流し込み、 UV ライトを当てて硬化します。出来上がったらバリを削って形を整え、最後に180番のヤスリで表面を粗くして完成です。これ何回もやり直したんですが、綺麗に平坦なパーツを作るのが難しく、今の私にはこれが精一杯でした。今後スキルを向上させていきたいところです。これで見た目は完成した MGEX 版バンシーノルン。しかしここからが地獄だぞ。フェーズ3、発光。こちらが今回の最も重要な工程。ユニコーンは赤と緑に発光しますが、バンシーは黄色と緑に発光するので、
どうやって色を変えるかを考えなくてはなりません。まずは LED を交換しなくても良い方法を考えます。それは LED に色を塗る、またはセロファンテープを貼って強制的に色を作るという方法。黄色とは赤と緑を混ぜた色ということは、 LED の上に緑色を敷けば黄色くなる、そう思っていた頃が私にもありました。しかし現実はこうでした。100均で買ってきたセロファン4枚重ねがこちら。確かに黄色にはなりますが、あまりにも薄暗くなってしまい、とても発光と言えるほどの光量ではなくなってしまいました。ということは、やはり LED を全部交換するしか手段はありません。ということで、純正の LED 構成を確認していくのですが、これが凄まじく苦労しました。海外のサイトを幾度となく渡り歩き、回路分析を行った結果、まず LED シートについている LED は目に1つ、顎に1つ、胴体に21個の LED がついています。ボタンを押すとユニコーンモードの目が光るのですが、これは目と顎の2箇所が緑に光ります。もう一度ボタンを押すと頭部が緑に発光し、胴体は赤く光ります。これは目が緑、顎が赤、胴体が赤となります。そしてさらにもう一度ボタンを押すと目、顎、胴体全てが緑に光ります。目、顎、胴体がそれぞれ独立した直列回路になっており、搭載された LED は電圧をかける方向によって赤か緑に光るという仕様です。ちなみにこの仕様により1箇所でも断線が起きると LED が復帰しなくなります。さて、回路構成が分かったところでバンシー用に回路を組みます。まずシート上の LED には保護膜がしてあるのでカッターで剥がします。そして LED を剥がしていきますが、一つでも変なミスをするとシートごと買い直さなければなりません。 LED を剥がしたら黄色と緑の LED の2つをくっつけて使用します。胴体21個の交換が終わったら顔の配線です。目と顎の点灯はそのまま LED を交換した場合、点灯パターン的にこのようにおかしなことになってしまいます。なので胴体から配線を分岐して目、顎を光らせます。まるで人間の神経が通っているかのような構造になりました。これでシート自体は完成ですが、次に本来発光するユニコーンのソール部分が MGX では光らないので、ここに埋め込む LED を作ります。さらにアームドアーマー X シート DE に埋め込む LED の配線や LED の個数を調整します。気の遠くなるような検証の先についに決定しました。最終的にアーマー内に配線を通して XC には10個の LED を搭載、 DE には8個の LED を搭載しており、制御ボックスの中の配線も少しいじりました。これでついに全てが完成したので塗装に入ります。フェーズ4、塗装。まずは超音波洗浄機でパーツを洗ってしっかりと乾燥させたら塗装準備を行います。パーツが多い上にユニコーンって通常だと見えなくなる裏側のパーツもきちんと塗装しないといけなかったりするので大変です。サフはブラックサフのスプレーを使用しましたが、量が多くてスプレー2缶使用することになりました。サフが終わったら本塗装に入ります。まずは色を決めるため100均で買ってきたスプーンに色を吹き付けて調色します。フレームはグレー系の色を配合、ビームマグナムは設定画のように少しだけ紫がかった色を配合、マグナムのカートリッジやリボルビングランチャーは原作のように濃厚な色を目指しています。ソールやバックパックなどの黒色はウィノーブラック、金色はガイアノーツさんのブライトゴールドを使用。そして本体色は同じくガイアノーツさんのプリズムブルーブラック。もともとはバンシーのために作られたという光の加減で黒にも青にも見えるというこの色を使用していきます。途中で攪拌が不足していて黒が濃くなってしまい、塗り直すなどのハプニングもありましたが、素晴らしい色合いになりました。塗装が完了したら次は墨入れです。と言ってもいろいろ試した結果、プリズムブルーブラックには墨入れは必要ありませんでした。なのでゴールドの上にはブラウン、黒の上にはグレーの墨入れを行っています。これで全ての塗装が完成します。フェーズ5、トップコート&デカール。まず水転写デカールは MGX ユニコーンに付属のもの、バンシーノルンに付属のもの、そしてマスターグレードバンシーに付属のゴールドカラーのものを使用します。プリズムブルーブラックの上には基本的にゴールドのものを使用し、それ以外は白系のデカールを中心に使用しました。
デカールを貼った後でデカールが剥がれないようにトップコートをかけるのがセオリーだと思うのですが、金箔デカールの上にトップコートをかけると金色が曇ってしまうということで、先にトップコートをかけていきます。事前にスプーンで検証した結果、今回はプリズムブルーブラックや関節などは半光沢仕上げ、ブラックだけ艶消しにすることに決めました。ゴールドはトップコートした方がいいのかよくわからなかったので、トップコートはなしとしております。MGX は部位ごとに組むということができないのが難点なので、基本は分解したままマーキングを行っていますが、組んでも問題がない足や肩パーツの一部は組み上げた状態でデカールを貼っていきます。こうして全てのデカールを貼り終えたら、ついにこの時が来ました。ファイナルフェーズ、組み立て。ついに来た最後の難関です。通常のプラモと違って組み立てている最中に中の LED がきちんと全て発光するのか、一つずつ検証しながら進める必要があります。万が一組み立て終わった後で発光しなかったら最悪ですからね。アームドアーマーは内部に配線を通すので、配線が断線せず、しかし変形できる耐久性も持たせる必要があります。これがかなり苦労しました。発光テストも同時に行っているので、ゼノコネクトとディフェンスエクステンションの組み立てそれぞれに20時間ずつくらいかかりましたが、なんとか完了し本体を組み付けていきます。もうここまで来たら組み付けが難しいはずの MGX がどうということはありません。一つずつ組み上げて一部のパーツは接着したら完成です。2020年9月12日に MGX ユニコーンガンダムが発売して以来、実現は不可能と何度も挫折しかけるも、数々の温かいコメントをいただき、皆様本当にありがとうございました。おそらくガンプラ史上初完全変形、フルサイコフレームの発光、色調変化、稼働の両立を実現したマスターグレードエクストリームバンシーノルンが1年の時を経て完成しました。MGX でバンシーが発売されたらどれだけ素晴らしいかが伝われば幸いです。余談ですが、 MGX でバンシーやフェネックスは出るのかについてお話しさせていただきますと、私は出ないと思います。理由は1つ目、MGX ブランドは 2,3 年に1体のペースで第2弾はユニコーン系ではないと開発者インタビューで発表されているということ。2つ目、回路図を作成して分かりましたが、MGX ユニコーンの回路は LED だけではなく回路構成を大幅に変えなければならないということ。これは例えばメインカメラの発光は2色発光 LED がついているものの、制御基板の回路では1色しかつかないように構成されているので、そのまま流用が効かないんですね。そして3つ目、アームドアーマーの発光はメーカーとしての安全基準を通して商品化するにはハードルが高すぎると思います。かなり細かいところに配線を通して断線の恐れも高いので、これを組み込むのは難しいのではないかと思います。しかし発光は難しくても MG バージョン 2.0 としてプロポーションを改良したバンシーは実現しやすいと思うので、ぜひ出てほしいと思います。ということで今回の動画は以上となります。
チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。